匂いを嗅いでみようと思います。まずねアイアンの方からいきます。これね嗅ぎたくないんだよなーっていうぐらい。もう臭い。臭い。はい、皆さんこんにちは。車の大自然各家シノピーです。今回はこちらジーヨンのアイアンホイールクリーナーという商品を購入したので使ってみようかなと思います。おそらく新製品だと思います。似たようなもので言うとジーヨンのアイアンっていう商品があるんですが、これ鉄粉除去クリーナーでボディにもホイールにも使えると。で鉄粉に反応して紫色に変色、その後茶色に変色、無色になったら液剤の反応が止まった合図ですってここ全部書いてあります。書いてあることを読んだだけです。であとは洗い流してくださいっていう鉄粉除去剤ですね。こちらはボディにもホイールにも使えるんですが、今回購入したのはホイール専用ですね。ブレーキダストを効果的に除去するために洗浄力を高めたホイール専用のクリーナーですと。これもここに全部書いてあります。で金額が両方とも4000ちょいとかかな。でサイズがこれ 1000ml なんですが、500のものもあります。500のものは2000円台で買えるのかな。とりあえずアイアンホイールクリーナー、これどんな感じかちょっと使ってみたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。まずね匂いを確認していきます。理由としてはこのジーヨンのアイアン、これがねかなり強烈な匂いするんですよ。なのでこっちのアイアンホイールクリーナーの方もどうなのか匂いを嗅いでみようと思います。まずねアイアンの方からいきます。これね嗅ぎたくないんだよなーっていうぐらい。もう臭い。臭い。はい、アンモニアっていうか紙染めのかなり強烈な匂いがします。このアイアンはねもう蓋が閉まっててもかなり匂う。なので車の中でもポンと置いとくんではなく、ちょっと密閉したところに置いとかないとかなり匂いするので気をつけてください。そしたら新商品アイアンホイールクリーナー、これはどうなんだろうね。同じだ。かなり匂います。なので匂いを気にされる方ですね、家の駐車場で使った時に近所とかに迷惑がかかっちゃうんじゃないのかとか、そういう心配される方は諦めた方がいいぐらいきつい匂いがします。そしたら実際に使っていきます。はい、そしたらまずアイアンの方先に使ってみようと思います。比較したいので開けます。先にこのテープ取れっちゅうね。やばい。一回閉めます。はい、超適当じゃん。大型出ちゃった。でこのスプレーノズルを取り付けます。で使い方は先ほども説明しましたが、乾いた状態のボディホイールに本製品を直接噴霧ししばらく待ちます。紫色に変化し、その後茶色か無色になったら液剤の反応が止まった合図です。そのタイミングでボディやホイールをウエスブラシ等で使ってきれいに洗い流してくださいと。とりあえずこう乾いた状態ですね。この状態で吹きかけていくと。すごいことになってる。カオスです。やばい。今紫色ですね。これが茶色になったら終了。茶色か無色。徐々に茶色くなってきたね。下の方とかこの辺とかも茶色くなってきました。全体的に茶色くなってきましたね。この表面は紫なんですが、かなり反応が強かった部分はもう茶色くなってきています。でちなみに成分はなんだこれ、メルカプトス酸アンモニウム 20%、 ラウリルエーテル硫酸ナトリウム 1% と書いてありますね。だいぶ全体的に茶色くなってきました。これ以上ちょっと反応しなさそうなので一回ちょっとブラシで洗っていきます。いいですね、ディテール。この臭いのが跳ね返り、最悪。この跳ね返りがね嫌だな。しくった、やっちゃったよ。勘弁してよ。見て、手とかにめちゃめちゃ跳ね返って汚れちゃいました。これはちょっとブラシがねちょっと跳ね返るブラシなのでもう仕方ないっちゃ仕方ないんですが、こういう感じですね。泡立ちはそんな良くないですね。よいしょ。でホイールに使ってるスポンジとかがあれば表面は洗ってあげます。ブレーキダストはかなりね落としやすくなってますね。けど個人的にはもっと泡立ってもらいたいっていうのがちょっとあります。あとブラシとか使ってね、こういった感じですね。これだけでだいぶ綺麗になりましたね。
で汚れが落ちてないところは追加で洗ってあげます。でもさっきの1回でかなり汚れが柔らかくなってるっていうか落ちやすくなっているので、追加でアイアンをかける必要はないのかなと思いましたね。もうざっくりでかなり綺麗になりました。続いてアイアンホイールクリーナーの方を使ってみますか。はい、前側のホイール、こっちの方が汚いっす。でこれですね、黒い方、これはもう手袋必須ですね。なんか匂いからして、うわきつい匂い本当に。でこれの成分は書いておりません。書いてねえんかいやね。使い方はホイールに本製品をたっぷりとスプレーし1分から2分放置します。その後水できれいに洗い流してください。でホイールブラシやミット等を使うとより効果的ですよと。乾いた状態なのかとかもその辺も書いてないですね。とりあえず使ってみますか。こういう感じ。こっちもすごいね色が。うわすげえすげえ。前側の方がねやっぱブレーキ出すとすごいからやばいことになってるもうちょっと笑うしかないな。で1分から2分ぐらい放置します。このなんか茶色くなってくるのかな。これも茶色くなってくるね。似たような感じかな。すごいすごいすごい、ほんとすごい。逆になんか綺麗だ。このね汚れがイージーディティールブラシ使うことによって直接跳ね返ってくるんですよ。それが嫌だ。テッカテカなんかすごいね。こういうデザインのホイールあってもおかしいか。はい、そしたらちょっと洗い流していきます。同じような感じでいきましょう。なるほど。違うわ。うわいいわ。何が違うって、さっきのアイアンはこういう風にブラシでこすっても全然泡立たなかったんですよ。けどこのアイアンホイールクリーナーはめちゃめちゃ泡立ちます。でこれでも跳ね返ってくるんですが、アイアンよりかは跳ね返りがないのでいいですね、個人的に。しかも洗いやすい、こっちの方が圧倒的に。泡があった方が広い範囲を洗えるっていうのかな。めちゃめちゃいい。全然違う。貼っといてよかったな。スポンジに結構たっぷり水をかけて洗っていった方が楽ですね。すげえ落ちる。全然違う。個人的にはアイアン使った時にこっちのハイアンホイールクリーナーの方は泡立ってくれたらいいなと思いながら使ってたんですよ。そしたら予想通りでした。洗い流します。よいしょ。いいね。見違えるように綺麗になりました。素晴らしい。はい、反対側も洗いました。洗ったんですが1回では落ちきれないこういうブレーキダストがありました。この辺ちょっと何回かやれば落ちるのかどうかも試していきます。乾いてる状態ですね。まだ反応するのかな。やっぱこの辺は反応するね。すごくこういう表面はやっぱもう反応しないですね、汚れが落ちているので。でさっきのブレーキダストの集合体みたいなやつ、これ結構ね頑固なのでもしかしたら落ちないかもしれない。最初と比べれば紫色の部分少ないですね。この辺もかけてるんですがブレーキダストは落ちているので反応しませんと。そしたら1、2分待ってからもう一回洗っていこうと思います。はい、そしたら時が経ちました。汚れも紫から茶色になっているので実際どうか見ていきます。どうでしょう。さっきよりちょっと薄まったかなぐらいですね。こういったすごい頑固なブレーキダストの集合体みたいな感じですよね。こういうのは難しそうですね。完全に固着しているような汚れです。これはやっぱ別のクリーナーになってくるのかな。でもあんだけ汚れてたものがここまで綺麗になりますね。これは素晴らしい。ここまでは綺麗になりました。あとはウェットコートとかで撥水させてあげればいいのかなと思います。ウェットコートはマジすごいよね。画期的じゃない？何なのこれって感じ。面白いですね。あれだけで水はじきが得られるんだもんね。今回ウェットコート全く関係ないんですが、ちょっと見たことない人に見てもらいたいなと思うので、こういう感じじゃないですか。水はじきありません。でこれスプレーします。で洗い流します。すごくないですか。これがウェットコートです。
あとはホイールクリーナーを使ったらローターにクリーナーが付着するんですよね。そうするとサビみたいなのがこう浮き出てきます。茶色くなったりします。なのでブレーキテストを必ずやってください。そうするとギーっていう音が鳴ると思うので、何回か踏んで、音がなくなるまでブレーキテストをしてから走行してあげてくださいといった感じですね。はい、そしたら最後にポリッシュ系のホイールに使って、白濁しないか、かなり強力なホイールクリーナーだとかけるとかけたところがすごい白っぽくなったりするんですよね。ここもね若干この辺白っぽくなっているんですが、どうなるのかちょいとやってみます。この状態で 1,2 分放置します。はい、完全に存在を忘れていました。5分どころじゃないですね。10分以上経っています。放置しすぎた。すいません。ちょっと洗い流してみます。一回拭き上げます。どうでしょう。僕が見る感じは変わりませんね。もともとあったちょっとここの白濁はあるんですが、全然変わんない。もしかしたら結構白っぽくなっちゃうのかなと思ったんですが、そんなことはなかったですといった感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら G-ON のアイアンホイールクリーナー、おそらく新商品だと思うんですが、どうなんでしょう。僕は初めて使ってみました。こっちね、アイアンという鉄粉除去剤、これはねホイールに使ったことあるんですが、僕自身ホイール専用のクリーナーは使ったことなかったので、今回この2つを比較してみました。まずね、匂いですね。一番嫌なポイントなんですが、臭い。今も臭い。この部屋も臭いっていうぐらい臭い。車に入れておくのはちょっと危険ですね。ちょっと密閉した状態で入れとかないと、ほんと結構匂いがね濃いので、ここはちょっと皆さん気をつけた方がいいのかなとは思っております。使ってみた感想はね、まず素晴らしい。僕個人的にはすごい使いやすかったです。アイアン使ったことあるっていう話をしたんですが、鉄粉だったりブレーキダスト、あの辺に反応して色がすごく変わるんですよね。けど泡立たないんですよ。そこがね僕ちょっとなと思ってて、泡がないとこうブラシでこうゴシゴシやってる時になんかちょっと嫌だなっていう感じがあるんですよね。けどこちらアイアンホイールクリーナーは泡立ちます。しかも鉄粉、ブレーキダストとかにも反応してくれる、アイアンの泡立つ版みたいな感じのイメージを持っといてもらっていいのかなといった感じです。非常に使いやすかったです。しかも汚れも落ちたし、汚れをねなんか柔らかくさせるっていうか浮かせるっていうか、落としやすくなる、すごい良かったです。でホイールクリーナーもいろいろ種類あって、これね何系かわからないんですが、車外ホイールのリムとかがテッカテカのやつ、アルマイト加工がされてるようなものっていうのはアルカリ製のクリーナーを使うと、白サビみたいのが浮いてきたりするんですよね。で白く、濁ったりすることもあるので、神経質な人はねちょっと気をつけた方がいいのかなとは思います。定期的にねちょっと綺麗にしたいなっていう人には、こういったものがいいのかなとも思っております。気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。引っこ抜かれて